皆様こんにちは、セリナです。今回は5月2日発売、スックサマーコレクション限定アイシャドウ147春影148萌えひなたを使ったメイクパターンをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを用いた新作デポックスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。前回の動画ではそれぞれのパレット1色ずつのパーソナルカラーと単色塗り、パレット全色を使ったメイクルックをご紹介しましたが、今回の動画では1つのパレットにつき2パターンのメイクルックをご紹介していきますので、少しでもメイクの参考になれば嬉しいです。他にもパーソナルカラーを用いた2025年夏コスメのレビューやベースアイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。では147の春影からご紹介していきます。147春影は黄身と青み、明るさとくすみのバランスがいいパレットです。前回の動画では黄身カラーをメインに青みカラーをアクセントに加えたメイクをご紹介しました。そこで1つ目のメイクではこちらのパレットを使って青みカラーをメインにしたメイクをご紹介していきたいと思います。まず右上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。前回の動画ではこちらのカラーは下まぶたに使ったので、今回のメイクではこのカラーをメインに全体に塗っていきます。淡いカラーですがしっかり発色してくれるところがすごくいい粉質ですよね。続いて左上のカラーを指に取って上から全体にかけていきます。この2色を組み合わせるとこんな感じで透明感抜群の幻想的な目元に仕上がります。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目の際に太めの締め色としてのせていきます。締め色も明るめなので幻想的なニュアンスを壊さずに目元を引き締めてくれます。最後に左上と左下を付属のチップに取って下まぶた全体にのせていきます。オレンジとパープルの組み合わせはとても今っぽいですよね。はい、1つ目のメイクが完成しました。1つ目のメイクではこちらのパレットの青みカラーをメインに使って透明感あふれる幻想的な目元に仕上げてみました。今回ベースに使った右上のピンクカラーは明るく淡いニュアンスですが発色はしっかりしているので柔らかいニュアンスをそのまままぶたの上で楽しめるところがスックの粉質の良さが前面に出ているなと思います。自然に発光するようなパール感と微細なラメを組み合わせることでやりすぎ感のない上品な目元に仕上がります。パーソナルカラーに分けると青みや明るさが得意なブルベ夏タイプの方はもちろんポイントでオレンジカラーも入っているので明るさが得意なイエベハルタイプの方が青み系メイクに挑戦したいという時にもおすすめです。着てみるとこんな感じです。続いて2つ目のメイクではこちらのパレットの粉質の良さを生かしたじゅわっとした柔らかい雰囲気のメイクをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらのカラーは中に入っている微細パールが発光するように強めく感じがものすごく綺麗です。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。こちらもパールやラメが控えめで内側からじゅわっと発色するような粉質なのでこの2色を組み合わせるとラメやパールは主張しすぎないのにものすごく綺麗な目元を作ることができます。青みピンクとオレンジの組み合わせもすごく可愛いですね。最後に左上のカラーをチップの細い面に取って上まぶたのまつげの際と下まぶたのまつげの際にライン状に入れていきます。2つ目のメイクが完成しました。
今回は4色の中で一番発色がしっかりしている右下のカラーは使わずに、柔らかいニュアンスのカラーのみで仕上げてみました。透明感のある粉質の青みピンクとオレンジの組み合わせもとても可愛いです。左上のラメカラーはチップで塗ると強すぎない印象のラメラインとしても使えます。パーソナルカラーに分けると黄身と青みのバランスが取れているので、イエローベース、ブルーベース問わず明るく淡いニュアンスのカラーが得意な方、特にイエベ春タイプやブルベ夏タイプの方におすすめです。着てみるとこんな感じです。続いては148の萌えひなたをご紹介していきます。148萌えひなたは様々な質感やトーンの青みピンクが揃っているパレットです。前回の動画ではパレット唯一のニュートラルピンクをメインにした透明感あふれるメイクをご紹介しました。そこで1つ目のメイクではこのパレットの青みカラーを前面に出した大人クールなメイクをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。かなり青みが強くてクリアなパープルカラーなので、こちらをメインに使うとクールで透明感たっぷりの目元に仕上がります。こちらも内側から発光するような自然なツヤを感じられる粉質です。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1にシメ色としてのせていきます。青みピンクで目元に程よく影をつけていきます。続いて左下のカラーを付属のチップに取って下まぶた全体にのせていきます。下まぶたにはニュートラルなピンクを塗ってバランスをとっていきます。最後に左上のカラーを指に取って上まぶた全体にかけていきます。大粒ラメをたっぷりかけていきます。はい、1つ目のメイクが完成しました。パレットの中でも特に青みの強いパープル2色を組み合わせてクールで大人っぽい目元に仕上げてみました。ベースに使ったカラーは単色だと青みの強いクリアカラーですが、左上のカラーを重ねると程よくグレーっぽいニュアンスが出されるので、そこまで強すぎる発色にならなくて馴染ませやすいです。青みが強いパープルメイクを楽しみたいという時にとてもおすすめです。パーソナルカラーに分けると青みや強いカラーが得意なブルベ冬タイプはもちろん、ブルベ夏タイプの方が少し鮮やかな印象の目元に仕上げたいという時にも使いやすいです。着てみるとこんな感じです。続いて2つ目のメイクではこのパレットの鮮やかさを前面に出したメイクをご紹介していきます。まず左上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。今回のメイクでは大粒ラメカラーをベースに塗っていきます。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。最後に右上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心と付属のチップにも取って下まぶたのまつげの際にのせていきます。はい、2パターン目のメイクが完成しました。2パターン目のメイクではラメカラーをベースに使ってパレットの中でも特に発色がしっかりしている2色でグラデーションを作ってみました。右下のカラーはこんな感じでメインカラーとして使ってもとても可愛いです。パーソナルカラーに分けると青みや鮮やかさ、はっきりした色が得意なブルベ冬タイプはもちろん、くすみのニュアンスも入っているので、くすみや強いカラーが得意なイエベ秋タイプの方が青み系メイクにチャレンジしたい時にもおすすめです。着てみるとこんな感じです。
はい、ではこんな感じでスックのサマーコレクション限定アイシャドウを使ったメイクパターンをご紹介していきました。どちらのパレットも比較的同系色でまとまっていましたが、粉質や発色の違いが楽しめるので、組み合わせ方でいろいろなパターンを作ることができました。気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいとございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。